コーヒー&トーク実習でようこそ。今回はですね、マーラー2回目です。マーラーってどうですかってギターの先生にふと聞いてみたら、長いねという一言で返された。確かに。まあね、いろいろ。でもよく楽譜を見ると、マーラーは別に長くしようと思ってやってたとはむしろ逆で、一生懸命ね短くしようとしたと僕は感じますよ、逆に。っていうのは、結局ね、映画のようにストーリーがあると考えれば1時間とか1時間半って決して長い映画じゃないじゃないですか。もし映画だったら2時間ぐらいになって、やっとこう段取りをずっと作って盛り上がりもあってっていうね、満足感のあるストーリーになっていくと思うんですけど、音楽でそれをやろうとした時に、まあそのぐらいの長さになるのはありかなという気がしますが、まあでも何回か聞いてね、耳慣れるまでは1時間音楽だけ聴くっていうのはめちゃしんどい作業ですけどね。まあぼちぼち自分もまだ全部聞いてる聞き慣れてるわけじゃなくて、半分ぐらいですかね。聞いていければ、これからも聞いていければいいなと思います。で、1回目の時にも話したんですけど、マーラってすごく自然の中で育って郊外で、だから自然のね、鳥の鳴き声とか朝日とか夕日とか、そういう自然の情景をものすごく曲の中に生かすような音作りがあると自分は感じていて、それがあるとね、長い作品もいろんな風景が浮かんでくるんで楽しいんですよね。でね、僕は個人的にブレードランナー分岐点っていう説を持ってまして、ブレードランナーってご存知ですか？1982年のアメリカ映画で、これね、ウィキによると、なんと2019年、サンセイユが降りしきるロサンゼルス、強靭な肉体と高い知性を併せ持ち、外見からは人間と区別がつかないアンドロイド、レプリカントの5体が人間を殺して逃亡する。彼らを抹殺する特務捜査官ブレードランナーの毒が街に潜伏する敵を追跡していくっていうお話。2019年の世界だったんですね。もうちょっと過ぎちゃったんですけど、この映画がめっちゃね、都会的なんですよ。都会の中のね、サンセイユリが降りしきるロサンゼルスっていうか、この街の情景しか出てこない。田舎の風景とかそういう感覚じゃないんですよね。で、僕はこのブレードランナーね、名作だって誉れ高いし、後にね、光学機動高いとかに発展する重要な作品なので見るんですけど、何回見てもね、寝ちゃったね。最近チャレンジしてないけど、昔見るとね、必ず寝ちゃう。でね、この叙情は僕にはちょっとついていけないんですよ。このコンクリートの人たちの。逆にコンクリートで育ったマンションで、コンクリートとアスファルトの中で育ってきた人にとっての叙情っていうのは、マーラーの田舎風の叙情とは相入れなくて、もしかしたらやっぱりどうしても寝ちゃうかもしれない。あそこはね、僕はブレードランナー分岐点のこっち向こうかっていう風に考えて分けてまして、まあそれはこっちはこっちでしょうがない。向こうはもちろんしょうがない。でもこっちのね、自然、コンクリートで育ってて、すいません、田舎育ちですっていう方は、もうぜひマーラー行けますんで頑張ってください。で、マーラーに関する導入として、これは僕の説じゃなくて一般的に2つあるっていうふうに、まあね、言われてますね。言われてるのかな。これはハーバードの説ですっていう嘘すいません。まず2番の復活っていうのはもう最後のね、ガーンってくるやつ。あれはもうめっちゃわかりやすい。で、もう一つ、今かかっているアターゼット。これは5番、故郷が5番の4楽章なんですけども、これがね、とってもこう美しくて気持ちよくて評判いいですね。
で、この曲が使われたのが、ルキーノ・ビスコーティ監督のベニス・イン・シスっていう映画、1971年です。モノクロからカラーになって、最初のカラーの映画作り始めたぐらいの時の作品だったはず。で、これがね、いいんですよ。いいんだけど、そういえばこの間、映画好きの人と話したけど、ベニス・イン・シス知らないって言われちゃって、ちょっと意外、いやまあそういうもんなのかなって思う。やっぱね、ちょっと古くて、芸術寄りの作品なので、あんまりこう、エンターテインメントとしてはロードショーとかしてない作品なんですね。名画座とか行って見た作品です。で、このストーリーがですね、まあ名画なんです。芸術家の一人の死をテーマにした作品です。で、芸術家のどういう死かっていうことなんですけれども、これは前回のマーラ1本目で話題にした時代的なことがあるじゃないですか。第一次世界大戦前で、ちょっとそれ以来ワーグナーとかの時代は、みんな馬車でね移動して荷馬車で物を交流してギルドがあってっていう、まあそれはそれで安定した長い社会があったところに電気とか蒸気機関とかが入ってきて、急激に世界が変わって、近代に国境すら越えて、大陸すら越えて、で南北戦争があったり、日本もね開国したりっていう、そういう大きな世界に移行する中で、昔の馬車の商人のすごくきちんとしたものが壊れていくんですよね。それをよくトーマスマンは例えばブッテンブログとかでもテーマにしてるんですけれども、ベニス・イン・シスも同じで、ベニス・イン・シスはグスタフ・ハシェンバハっていう作家がある程度もう高齢になってイタリアに逃避行かな、まあ旅に行って、その旅先で亡くなるっていうお話で、このグスタフ・ハシェンバハっていう小説でもグスタフってついてるんです。これは作家のトーマス・マン自身がマーラーと知り合いで、マーラーが亡くなったのを機にこの小説を書いたから、そのマーラーのグスタフをそのまま作品の中でも使わせてもらった。一応作品の中では小説家の逃避行になっているけれども、映画ベニスについてはそれが音楽家になっているんですよね。じゃあもろマーラーなんですよ。で、そのマーラーのこの曲を前編にかけ続ける強烈な世界観で、もともと、まあ今回は映画のベニスについての方で語らせてもらいますけども、音楽家として成功した人です。指揮者かな、作曲家かな。まあでももうそろそろシェーンベルクとかやったらしい時代がやってきちゃった。で、若い人に批判されるんですよ。一生懸命昔のようにやっても、なんかね、演奏会でブーイングが出たりね、拍手が来なかったり、っていう時代の変化で、もともとそういうきちんとした音楽家なので、映画の中でもね、ものすごい美しい奥様と小さい可愛い子供出てくるんで、そのシーンも一瞬だけどね、もう本当にこんな家庭があったらもう羨ましくてしょうがないっていうような奥さんと子供が昔はいたんでしょうね。でもその映画の中でのもうアシェンバハ50だか60だかの時にはもうそれは過去の話になってる。何らかの事情でもうその奥さんも子供もいなくなっちゃった。離婚したのか事故で亡くなったのか分かんないですけど、いなくなっちゃった。で、自分が魂を捧げてきた芸術というのも過去のものになってしまった。そしてねで、南のイタリアに行くっていうのは、ゲーテもイタリア旅行ってありますけど、ドイツ、あっちの中央ヨーロッパの人からするとイタリアってやっぱりリゾートの地なんですよね。で、ベニスっていうのはこの右側にある昔からの商業都市、海に守られている安全の中でいろんな商人たちが
共同体を作ってどんどん富を蓄えていったところなんですけども、もうゲーテの時代でもね、南の下世話な観光地、なんか物価が高くてね、ぼったくりとか入ってね、ちょっと街もあんまり綺麗じゃなくてね、そういう観光地、いわゆる観光地、イタリアの熱海って言ったら熱海に失礼だけど、いや、熱海って言ったらベニスに失礼なのか熱海に失礼なのか分かんないけど、そういう南の観光地ですよ。そこにね、もうちょっと失意の芸術家が旅をして、ちょっとね、南の風に当たってのんびりしようと、海辺でね、この波の音がいい感じでしょ、アダージェットと。で、ここで彼はにゃんとですね、男の子を好きになっちゃうわけですここに同性愛って言っていいのか、ちょっとこの作品の中でもそこまではっきりは書いてないんだけれども、ポーランドから来た家族の10代半ばぐらいの美少年、本当に映画の中でも美しい少年が出てくるんですけど、それにね、心を奪われてしまうわけですよ、このアーセンバッハの芸術家さんが。でね、郷里のきちんとした芸術とか愛すべき家族とかそういうものあったんだけど、そういうのも過去の話で、観光地観光地ですよ、ぼったくりの観光地に来て男の子に惹かれて死んでしまう、惹かれて気持ちが片思いしてちょっとね追っかけたりするんですよあるいはそこに疫病が流行ってくるんで、もう逃げなきゃって逃げるんだけど、もうそこからは外に出れませんっていう話になって戻ってきちゃうアシェンバッハさんがね、なんで出れないんだとかって言いながらなんかちょっとね嬉しそうにするんですよね。また彼のところに戻ってくれるっていうそういうねところで、彼は海辺で少年の姿を見ながら疫病にかかった彼は息を引き取っていくんです。これがね、その当時の古い文化が新しいものに駆逐されて消えていくというトーマスマン的な芸術観と、いかにもビスコンティイタリア貴族的な同性愛的なものと、そこがね重なっていくのが背徳的で大人のフレーバーなんですね、この音楽とともに。芸術もぶっちゃけ風俗も気持ちよさを求めるのは同じだっていう意見はあると思います。で、多分ね、行くっていうこともかなり同じ。でもその本質っていうか価値っていうかね、なんか似てるんだけどすごい違うんですよね。なんかねこれは口では説明できないことですけど、そこの気づきこそね、なんかいいなと思います。すみません。僕このベニスにシスとかトーマスマンとか合わせて北森夫とか、やっぱりこの学生時代に自分の一番好きな核心部分だったんで、どうしてもねちょっと語りたくなっちゃうのはお許しください。で、今日リンクさせていただく映像はマーラーシンフォニー5番のアダージェット、カラヤンとベルリンフィルを選ばせてもらいました。ただのこれはね映像がないただの音楽だけのやつです。ライセンスはちゃんとやってるやつで、本当はねやっぱり指揮がちゃんとやるやつの方が映像は面白いから、それを探そうとしたんだけど、なかなかねこれっていうのがなくて、例えばバーンスタインはやっぱねライブでああいう感情むき出しのところはすごいいいんだけども、ちょっとね録音で改めて聞こうとすると
大げさなんですよね。まったりしすぎとか。あとマーラーで有名なのはアバドって指揮者、すごく評価高いんですけど、この人はねやっぱり楽譜を守っちゃうんですよね。アダージェットっていうのはアダージョより速い、どちらかというとアンダンテの手前ぐらいのスピードで結構速い前提なんですよね。それを守っちゃう。いやー、この曲はもうちょっとメランコリックにねやってほしいぜっていうのがやっぱりベニシスファンとしてはありましてね。でそういう演奏できちんとしたのを選ぼうとするとね、やっぱカラヤンよかった。昔よくとりあえずカラヤンとかってバカにしたもんですけどねとりあえずってすごいことだなとしみじみ思って、これを心を込めて選ばせていただきます。よろしくお願いします。で、ちなみにこのベニスにシスっていう最初ぐらいの作品なんですけども、これがずっと自分の中ですごく一本ドンとある生き方を自分なりにしてきたから、やっぱここもねイタリアなんですけどね後にねアニメのアリアっていう作品と出会いまして、これもそこからね一つ大きな何かをいただいた大切なものでございまして、まあいずれ語れたらなと思うけど、どうだろう、これを語るのは難しいっていうか、まあいつになるか分かりませんがやっていきたいと思いますが、今はとりあえずすいません、今 BGM でずっとかかり続けてるのは自分で作っちゃったパソコンで作った変なやつなんで、これで若干ねメロディーとか馴染んでいただいた上で改めて本物を聴いていただくとね本物のよくある良さをより分かっていただけると思います。では最後にちょっと波の音を聞きながらお別れしたいと思います。